この切り込みに対してこんな感じでね、バーナーなんかでねさっとはい、イケイカということで、生きたイカってね、北海道のスルメだとか、あと九州呼子のイカね、アオリだとか白イカだとか、そういったイメージがあるかと思うんですが、豊洲でも生きたイカは仕入れることできまして、もちろんね、北海道のスルメなんかも生きたまま入荷しますし、あと今日仕入れたイカはね、これ千葉県産のヤリイカだったり、あとは神奈川県のね、ヤリイカなんかも入ってきますので、今日はイケイカのさばき方を紹介しようかと思います。袋から取り出しますと、こういった形でね、うねうねイカが動くんですが、イカをね扱う際の注意点はこれね、まず口ね、ここのゲソの真ん中にイカの口がありまして、イカの口っていうのはね、思ってる以上に歯が鋭いので、噛みつかれないように気をつけながら作業をしてくださいと。イカをさばいていくんですが、これね、そのままさばいてもいいんですけれど、基本的にはね、まずイカを締めてからさばくと。イカを締めずになんかね、ゲソだけ抜いてゲソをこう立てたりする方とかいるんですけど、これ生きているんでね、この締めずにこうゲソだけ引っこ抜くと、このねゲソがずっとうねうね動くんですよ。なんかね、僕はねそれねあんまりいい気はしないので、しっかり締めてから食べた方が良いのかなと。締め方としてはね、こういう目打ちだとか、あとマイナスドライバーみたいなねものを使って、眉間の真ん中に神経がありますんで、これをね背中側と、足側とに差し込むと。で狙う位置はね、この眉間の間でこういった形でスッと刺しますと、イカのね色が抜けて、で締まりますんで、そうでね、これね、こっちの色が抜けた方は締まっていまして、こっち側はね狙いがうまく当たっていなくて締まっていないんで、締まっていないようでしたらこっち側をね探るようにして、こちら側の半分を締めていきます。こんな感じでね、全体の色が抜けて、叩いても一応ね細胞は動いてるんで反応はするんですけれど、元気がいい時ほどビクビクね身が動かないような状態になれば、イカは締まっていますので、この状態にしてから調理していくと。こちらね、渡りのガリがただいま幕開けで販売中ですんで、僕の好みがよく表れているガリですんで、よかったらご購入くださいませ。ここから先はもうごくごく一般的なねイカのさばき方ですね。こちら、この背骨のラインに包丁を1本入れて、イカの胴体を開きますよと。背中に1本包丁を入れましたら、あとはねここに、イカの背骨というか軟骨があるんですが、この骨に沿って身を剥がしていくと。で、イカの胴体を開きましたら、ゲソを持って内臓ごとね、この、イカのゲソを引き抜くといった形ですね。締めずに作業をすると、この段階でもねイカの足がねうね動いて、それをね面白がる料理人の方もいるんですが、僕はねちょっとかわいそうに感じちゃうんですよね。胴体を引き抜きましたら、ここに墨袋がありますので、この墨袋を取り除いておくと。墨袋はね、こんな感じ、このロートの付け根の部分にくっついていますんで、上を持つとここからね下から墨がはみ出してしまうので、必ずね足に近い方のこの墨袋の付け根を掴んで引き抜くようにしてくださいと。あとはね、こう指を入れていくと内臓が引き抜けまして、残りはねイカのゲソで、これねイケイカなら生で食べても美味しいので、あとは、こういった形でくちばしを、ここにねゲソの真ん中にくちばしがあるので、指でくちばしを引き抜きまして開いて食べるといった形ですね。ゲソの開き方なんですが、これねこっちが顔の表といいますか正面を向いた方でして、裏
イカのゲソを開くときはこのロートのついてる裏側を向けて、ここからまず真ん中に1本包丁を入れます。続いて裏から包丁を入れますと、この位置とこの位置にイカの目玉がありますので、少しだけねこういった形で斜めに包丁を入れまして、イカの目玉を取り出すと、ボウルか何かにねゲソを入れまして、軽く塩を振って、あとは、塩でイカのゲソを揉みまして、水で洗って水気を切るといった形ですね。イカのゲソはね吸盤ついているんで意外と汚れがありますんで、しっかり塩で揉んで洗っておくと。塩もみしてね一度水で洗い流しましたら、今度ね塩を入れずにこうゲソを軽く揉んでおくと、ぬめりと泡が出てくるんですけれど、こうすることで先ほどね身に入り込んだ塩が多少は抜けますので、塩辛さを抑えることができると。あとね最後にぬめりを再び落とすことで、美味しくねゲソのお刺身を食べることができると。結構ね洗ってから揉むとぬめりが出てきますんで、これを再び洗い流せばイカのゲソの仕込みができますよと。洗ったねゲソはペーパーで水気を拭き取って、保存しておくと。そうこれね池のイカのゲソはね透き通っていて、お刺身で食べるとね甘みも食感もあって非常に美味しいので、是非試してみてくださいと。はい、続いてこちらイカの身の方を処理していきます。ヤリイカの身の処理は非常に簡単でして、こっちがね内側内臓が入っていた側で、こっちが外側エンペラのついている側なんですが、まずはこのエンペラのね先端を掴みまして皮を剥いてしまうと。そうこれで、外側の皮は剥けまして、外側の皮はもうこれ以上剥かなくて大丈夫でして、あとはこのね内側に残った薄皮をさらしなどを使ってね剥いていくと。がってね繊維が何層にも重なったような構造をしているので、外側もね内側も剥こうとすれば永遠に剥けてしまうんですが、基本的には外側はねこの厚い皮を1枚剥けば美味しく食べられますし、で内側はここにねこういった形でちょっとねさらしでこすれば浮いてくるような、こういったね薄い皮がついていますので、この薄い皮を剥いていくと。薄皮が剥けましたら、あとはねイカの骨が入っていたヘリが若干ね身が硬いので、このヘリを落としてイカの身の仕込みは完成ですと。そうでねこの辺はね炒めて食べても美味しいですし、硬いの好きならそのまま食べても美味しいですし、この残ったエンペラなんですが非常に食感が強くて、僕はねゲソだとかエンペラだとかね大好きな部分なので、エンペラの処理も紹介していきます。厚い皮がついてる方を表として、こっちの薄い皮の方を裏としましたら、裏を向けておいて皮の付け根というか触ると分かるんですけれど、ここにね1枚厚い部分がありますので、この皮の付け根からエンペラは切り落としていくといった形ですね。そうだから両サイドね皮の付け根の身の厚い部分があるので、この位置から包丁を入れて、まずはエンペラを2つに分けます。あとはこの周りについた皮を剥くだけと。表面はこの厚い皮がありますし、裏面はね裏面でこのね薄い皮がついているので、裏表両方のねこの厚い皮と薄い皮を剥いていくと。こういった形で、裏表両方の皮を掃除しましたら、エンペラの下処理も完成ですと。あとは切って食べるだけなんですが、どう切っても美味しいんですけれど、例えばねこのゲソだったら、食感が楽しいわけなので、割とね大きめにブツブツっと切ってイカの食感を楽しむような切り方にすれば良いと思いますし、イカのゲソはどうしてもねこの皮を剥かずに食べることが多いので、このね皮が口の中に残って気になるようでしたら、大きく切りつつね
この皮目にだけ軽くねこんな感じで包丁を入れると、美味しく食べられますし、あとはねこの軟骨の部分、この部分をねあえて軟骨を残したまま切り分ければカリカリっとした食感を楽しめますし、エンペラだったら、エンペラはね、繊維がこっちの向きに入っていますんで、柔らかく食べたければねこの向きで繊維を断ち切るように切ればいいと思うんですけれど、エンペラはねそもそもが硬いで、せっかくならね食感を楽しみながら食べたいと思いますので、このね繊維の方向に沿って縦に切れば良いと思いますし、あとはね、最後この身の部分、この身の部分なんかはこんな感じでね食べよい大きさに切り分けまして、で、繊維がねこっちの向きに入っているんですが、身の部分は繊維に逆らって切ってもいいと思いますし、イカっていうのは身の内側が結構甘みが強いので、こんな感じで身をねスライスするように薄くねそぎまして、このね内側の味の強い部分がよりね下に乗るように切り分けても良いと思いますし、あとはね薄くスライスせずとも、こんな感じでね縦に浅く切り込みを入れまして、でこれね今縦にこう切り込みを入れたんですが、この切り込みに対してこんな感じでね十字にもう一本浅く包丁を入れまして、バーナーなんかでねさっと表面に熱を加えれば、こんな感じでね、ちょっとこじゃれた見た目にもなりますので、こういった切り方をしても良いですしと、イカはねほんと切り方によって食感も味もね意外と変わりますので、こんな感じでねいろいろな切り方、いろいろな部位でイカの味を楽しむのも面白いのかなと、どう盛り付けても良いと思いますので、自分がどう切ったかとかエンペラなのか身なのかとかね、その辺のね区別だけつくように、思い思いのままにね、盛り付けていただければといった形ですんで、でね盛り付けのねコツとしてはね、奥が高くなるようにでだんだんね手前に向かって低くなるように盛り付ければ良いのかと。そうでね、イカのそういうものはねわさびでも生姜でもどちらでも美味しいですし、せっかくのイケイカですんで、これね塩とすだちでシンプルにね素材の味を楽しんでも良いと思いますし、山わさびなんかでちょっと辛さを効かせて食べても美味しいので、この辺はねお好みでお召し上がりくださいと。はい、ということで本日は池のねヤリイカのさばき方でございました。以上です。